マニアックすぎるね。マニアックすぎるし、みんななんかもう逆行してるよね。大丈夫か。普通のあれでしょ。なんか自転車屋さんのランキングとかだとどうなるんだろうね。確かにね。13足とかが13足。はい。今年もこの施設がやってきましたね。マジか。早いな。一人ランキングトップ5をやっていきます。はい。お願いします。これで今年の YouTube も取り納めになるので、最後だ。最後実践していきましょう。お願いします。はい。簡単に説明しますと、毎年ねこの年末に来年のトレンドを予想してトップ5を未来のトップ5を発表しちゃう企画ですね。はい。皆さん今年も書いてきてもらいましたね。バッチリです。今が来ました。今が来ました。早速見ていきたいんですが、昨年予想したランキングを答え合わせしてから来年2025年の予想を発表してもらいます。はい。つまり2023年に予想した2024年のランキングを2024年末に答え合わせする。はい、なんかちょっと。はい。そうですね。はい。でその後に2025年の予想を予想して、はい。ちょっとね。よし。早速、この企画のメインって言っても過言ではない櫻井さんの去年のランキングから、去年予想した今年のランキングを見てみましょう。はい。はい。一応ね順位通りになってる。あれこれ逆だっけこれね。いやもう覚えてないです。それは一昨年じゃない。あれ逆で言いましたっけ2年連続。1が5位。1が5位で5位が1位。そうですね。こういうことですね。あ、なるほど。じゃあまあ5位からいきますか。5位からいきましょうか。上からいきましょう。そうね。こうだね。タイニーバイク。タイニーバイク。は小径車、ミニベロってことで良かったですよね。そうね。大きな括りで、あとそのタイニーバイクってこうね、あんまり親しみのない言葉ですけれども、確かに。なんかそうイメージも新たに。ミニベロじゃなくてタイニーバイクって言った？ちょっとおしゃれすぎたっす。ぶっちゃけちょっと言えてないです。いや俺もそう。2025年こそタイニーバイクって言葉使いたい。ちょっと言いたいんだけど、なかなかちょっとね接客の時にちょっとお客さんもってなっちゃうしね。僕らのお店だとそのね今年のビッグニュースと言ってもいいバイクフライデー東京のオープンがありましたんで、タイニーバイクっていうね僕ね、ホールディングバイク言っちゃって折りたためる。確かにブロンプトンしかりバイクフライでしかり折りたためる。でまあそのねおかげさまでそのバイクフライ東京のクリント君も吉田さんも忙しそうなんで、これはもう大正解これが1位で良かったんじゃないかな。このままで良かったかも。良かったんじゃないかっていう。ぜひね今後ともバイクフライで東京をねご引きしてもらえたらと思います。第2位4位ブルホンバー。ブルホンバーどうですか皆さん。ブルホンバーは僕は結構ちゃんと来てると思いますよね。結構よく使ったし、ちょっと今仕込んでるというか、ちょうど間もなくこの前入荷してきたからぐらいの。もしかしたらね今ここの時にね公開されてるかもしれない。確かに。ちなみにトミー君が仕込んでるものは。私はですねちょっと今その実物じゃないんですけど、それのベースになったやつ。そうね。やったやつ。これあれですね。この勘のいい方はお気づきかと思うんですけど、このプレミアムラッシュに出てくるハンドルなんですけど、ちょうど今お客様のメトロについてますけど、これ RB018 っていうハンドルなんですけど、ブルホンなんですけど、これ 26.0 なんですわ。僕的にそう世界で一番かっこいいハンドルだと思ってるんですよ。なんですけどステムがマジない。このお客様も今トムソンにスペーサーかましてつけてるんで、これがベストチョイスの一つなんですけど、やっぱ25点欲しいじゃんっていうので、あと色もねシルバーと黒あったら嬉しいなで 25.4 の RB018 バージョン、ちょっと品番の名前は017だった気がするになってできますとかっていう取り組みがブルホン難民がありがたいことに当たりですね。最近ブルホン結構絶滅しつつあったんですけど、ここに来て新規品番が爆誕。ギリギリ間に合った。2014年なんで、すごい来てた。来てますね。
来年も来ます有言実行男なんで。来年も来ます引き続き来年も来年もそうですね。 25点じゃあいいですね。友達も作ってました古本あ、そうです。そうすごい仲いい WBS っていう、はいはい。あれかっこよかった。あれも良かったんでちょっと仲間と一緒に古本盛り上げていきたいなと思いますこの前さ、ファーガスが来日したでしょ。で、YouTube とかしてもらって、メッセンジャー時代の写真の名前が出てたから、やっぱブルボンつけてた時代があったから、ちょっとそのトミー君のやつが入ってきたら、ちょっとガーデンシティにつけちゃおう。おーいいね。いいですねかっこいい。熱い。まさかそんな取り組みがあるのを今日さっきしたんで僕もさっき聞きましたね。さっき知ったんで早速、はい、入ってきたら買おうかと。そうだねぶっちゃ。け目新しいかと言われたらそうではないんですけど待ってたぜって系なんで確かになんで今までやんなかったのみたいなのもあるのでそうだね。はい第3位第3位。バーエンドバーバーエンドバー。これはもう来なかったっすいやそうねどうでしたロバーどうでしたでも1回2回ぐらいつけましたね。あ、ほんとラカブラとかああね。そうだねフラットバーでそんな話してたね。つけましたね。確かにね、あると便利だけどねなかなかねここはねうん。すバーエごいンドバー上級者アイテムだったね。エルゴノミックグリップは結構あーそうねつけましたけどねあと俺さ、真ん中につけるこれ去年のあー真ん中につけるやつあるでしょあれちょっとやっぱ気になってあ確かに確かにね。ブルベルも解禁されたらしいからああ。へーそうだよね。ちょっとあれ気になるっていう感じで、じゃあこれはまあ来なかったから、来なかったかな。まあほぼ当たりっていうのはまあまあね、これはちょっもう釣りの方俺だってもう釣りの方が心配だもん何話したっけなコーデュっぽいナイロン。モグラっぽと。まあいナイロンこれはまあまあまたね。しかもこれが第2位なんでしょそうそうそう。コーディラっぽいナイロンっていうのは未だにまだわかんないです。何の話したのなんか味系のね。ちょっとそう味系の味系ちょっとこうハイテク系の素材ほら着てたじゃない軽いとていうかか。コーディラじゃないんですよコーデュラっぽい。あだからそうもうまあ厳密に言うとほらなんかあるじゃんインビスタシャムみたいなコーディラみたいな。ああなるほどまあそういうのをまあ抜いてまあ大枠であれなんかざっくりしたあーそう確かにあれだスペースエイジかなんかの話してたよねそうああれけどスペースエイジも入荷あったもんねありました。でちょっと先行で上馬店がでの販売でしたけどあれコーデュラっぽいナイロンになる。あれそうですねあれもそうです。わかりやすい。そういうことですね。今なるほこのど。年末にオンラインストアには上がるのかなどうだろうな。本当にちょっとじゃあ緑いいよねあ緑いいですね。ちょっと発色がねツルツルしたそうそう感じあのケーキ緑ののなんだっけジンホルダーアジンホルダーありますね。あ気になってる僕も緑が一番あれいいなと思って新色ですよね。まあ、コーディラっぽくはないですけど完全にコーディラになっちゃうけど、んあのねスイフトもね確かあそうジャパンリミテッド最後のアイカラーメイドがねそうです入荷してますんで確かにそれが流れてる頃にはあオンラインそうだねに出てるし、もしかしたらものによって完売しちゃってるかもしれないですもんねいい色でしたね。拾ってくれたのありがとう。あーもう当たり当たりですね。これは当たりですよもうそういうことね当たりっす。コーデュラっぽいナイロバーエンドバーって言われたら当たりそうだね当たりまだ当たってる方だね。ン。で最後が最後がサイレントフリー。これはもうイコール鬼お肉お肉そうだね。これは当たりだったんじゃないですかそうだね結構組んだんじゃない、ああ確かにそうですねね僕も今オーダーもらってるやつあそうってですよねは通販も結構ねラインナップ増やしていはうーん。はいリベンデリのね最初135はね円のやつ。 135ノンディスクでリベンデリ用があったけど、今は結構トラック、うんまあトラックだとサイレントフリー関係ないんだけど、はい確かにと肉抜きがありますね。かっこいい。そうだねスルアクセルのねそう142で対抗してさ最近プロファイル入ってるでしょこの両極端が確かに来年はまた選べて面白いんじゃないかなっていう確かに確かに両極端。うちの爆音対無音でうちのロン毛カンフーことロン毛カンフーことジャッキー君がもうキラキラした目で検品してました。やってましたからね僕がやります。プロファイルはいいよはい。まあ1位じゃないですか、ね1位で当たってたんじゃないですか、そうだねこれでなんとか帳尻合わせてください。それで合わせてはいほぼ正解正解ですね。さすさすががです。で言ったらもう3割3割あー8分。そういいんじゃないいい成績じゃないじゃん。50-50ですはい50-50聞いてた。どうサンタとかトミーははいこのいやーでもランキングを今振り返ってみてこの1年結構後半からなんか当たりに来てるみたいな感じになってますけどね確かに
年内に合わせて年内中に合わせに確かにギリギリねこれを成立させるために確かにそうかもしれない皆さん覚えておいてくださいこれを成立させるためにブルーラグが1年で動いてるサプライズさんのランキングに動かされてやべっつって動かされてる別注しなきゃっつってはい感じですサンタとトミー去年のを振り返ってみましょうはいじゃあまずサンタからいきましょうか僕はリアダイナモリアダイナモライト結構僕つけましたお客様のバイクにカスタムとしてま確かに超便利あつけましたね欲しい。かなりつけたと思います当たりだも個人的うにはドンピシャですドンピシャで当てに行ってあるでしょこれドンピシャで僕いっぱいつけましたねは当てに行ってる当てるためにいっぱいつけさせたただですもう必要以上に進めましたでもまあそれでね実際導入してもらって便利だよって言ってもらえたらまあまそうあね視認性大事ってめっちゃ言いましたでしかもこの年の瀬になんとソンのスマソンのライトのリアライトの色別注っていうんですかねおこの黒とシルバー黒とシルバーしかなかったのが色物がまだかっこいいっすシートポスト用とラック用かっこいい。ブルーとかそうこういうちょっとそうだね入れていきましょうスペシャルなこれもめっちゃ最近です。めっちゃ最近ですよねもうなんなら初めてです。僕も初めてまあちょっと細かな部分ですよね本当にそこについてるリアラックのここにピコってついてるね可愛いんですよめっちゃ明るいですしねそう、明るいこれ引き続き2025年も取り付けがそうねはい多そうなぜひ感じですね楽しみ。安全ですよどんどんつけよう次はトミーですねはい、私ですね。じゃじゃん。海洋フリーコグかっこハブって書いてました。なるほどこれはどうでしたなんでサプライズさんと喧嘩してるんですよね。そうだねさあそう逆あだの後殴り合いました。まあでも僕そうですね結構フリーコグもつけましたしハブもよくなんかホワイトフィルとか使ったんで合ってる。当たりあとさ桑原のさまあフリーコグもそうだしハブハブもねあー来ましたね結そういう構今年食うんだなって印象はあるし、僕の周りの旗がのメカニックもよく使ってたなっていう印象はあるね。でもこれも当たりじゃないでしょうか。さらにさっきも話しましたけど来年はこのプロファイルもそうだあそうだそうだあるんでラスボスがさらなる快音を響かせながら響かせることができるんじゃないでしょうか。なんかやりたいよねそのどれが一番うるさいかランキングみたいなデシベルデシベルでこう測っていやデシベルだとつまんないからあなんかそこら辺のご婦人をうるさいわねちょこれうるさいっていうっていうその個人の感想でランキングつけたいかもしれない。面白いです下品上品とかねこの音はうるさいけど心地いい。それこそ若いわねそうだな今年から僕マッシュのロードを組んだんですけど、あれもうむちゃくちゃ音でかくしてあるんですよあれだっけとんでもなく音でかいんでロルフですロルフねはいでちょっとチューンアップしてあるんで、もう全員振り向きますもん安全です結構ねその中のオイル入れたりグリス入れたりで少なくすることもできるかもしれないけどあと意外と缶組ホイールのメーカーすごい音がありますね確かにねエンビーとかびっくりしたエンビーのやつとか結構 G って言いますよねスイスとかちょっとリムにね反響したりしてそうねねそれもあるかもしれないちょっとでかくてまあ別にその音がでかいのが悪いわけじゃないし乗ってて気持ちよければっていう感じだと思うのではいこれも当たってたんじゃないでしょうか性能の証だと思ってます私はじゃあもう3人全員もう当たりっすねあ8割9割は当たりみたいなすごいっすね正解すごいですね一昨年もだってこのぐらい当たってたしそうですねあすごいねすごいよく当たるわじゃあこれが、去年のランキングでしたねはいこれ振り返っただけで終わっちゃいそうなの確かにで面白い早速ねそうだね来年の2025年の、
予想をしていこうと思います。はい。お願いします。2025年サンタこれが来るでしょう予想。どうぞ。ででん。ドロッパーポスト。ドロッパーポスト。椅子みたいにこう下がるやつなんですけど、自分が今マウンテンバイクにハマっちゃってて、マジ毎週行ってんじゃないかぐらい。やっぱシートが下げれることで結構怖くなかったりとかするので、これマウンテンに限らず、グラベルバイクとかロードバイクとかでも使うんじゃないだろうかって、あったら調子いいんじゃないかっていうので、2025年は取り付けが殺到するんではないかと思ってます。確かにね、グラベルバイクでもその下がる量がさ、マウンテンバイク用のやつと比べてなんかちょっと下がるやつとかがあるから、そうね、もっと、世の中的についてるのが多いけど、もっとブルーラベルの取り付けが出るんじゃないかな。取り付けそうなかっこいいしテンション上がるよね。話ですよね。ギミックがクレームもね、意外と最近多い。そうですよね。なんかもうワイヤーが中に通せるようになってるバイクとか多いですよね。クラスト、サーリー、ブラックマウンテン、ブラックマウンテン、そうですね。結構ありますよね。タイさんとかピークさんとかつけてたそうだ。このなんかあれね、右利きで左です。桑原の椅子みたいなこういう視聴覚室の椅子みたいな。あれいいですよね。ワイヤーいらないですからね。あれぐらい手頃なやつでもね、奥さんとなんかチャリ共有してて、毎回サドルこう上げる下げるで揉めんのよ。なんか下げといてよってなるから、あれドロッパーで毎回チェックできたらいいかもってちょっと。シートポストは確かにね、いらないし、可愛いですよね。そう感じ。なんか手頃なのもあるでしょ。全然ありますね。なんかいろいろ各社出てるので、エンビーのシートポスト買うより全然安いとあるでしょ。そうです。レバー大体ついてきますし、付属でかっこいいやつが良かったらポールとか、ウルフトゥースとかでレバーがかっこよくなるんですけど、はい。来そうですか、坂根さん。どうでしょう。どうですか。もう来させようぜ。来させようぜ。僕が使ってました。結構最近まで。何？オルシのマウンテンバイク。そうか。あれ最高でしたね。信号赤になっちゃったって足つきますもんね。なんでこの人ってなる。その使い方はそれいいな。マウンテンバイク用に作られたけど、もう使い方はあなた次第です。そうです。それこそビッチンのタイラーとかやばい使い方してました。あれはやばかった。確かに。使い方間違ってる。間違ってる。来年もマウンテンバイクだ。来年もはい。ちゃんとグラベルバイクも乗って、たくさんバイク乗ろうと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあトミ君。はい。いきます。ででん。リムブレーキ。これは5、60年前から。5、60年前。元祖。最熱ですか。いやでもあれですよ。もう昨今のバイクでもディスクブレーキだらけなんで。そこにこう寂しさも感じつつ、でも尖ったブランドはやっぱリムブレーキを出し続けていて、で昨日ちょうど代々木のメンバーみんなで話してて、なんか話題になったんですよ。ちょうどクラストってなんかリムブレーキなんかずっと出しててキモいねみたいなあれいいねみたいになってて、なんか一番尖ってるよなあそこがって。でよくよく考えたら僕もトラックバイク好きだし、だから今一番乗ってるアンバー AC1 ももちろんキャリパーでリムブレーキだし、シュスティールだって感知 V なんでリムブレーキだし、結構リムブレーキばっかだなみたいな。あとメインで乗ってるやつブラックマウンテンのモンスタークロスもそうだし、あとマッシュのロードとワイルドのスーパートランプはディスクですけど、なんかその勢力図を考えると結構自分はリムブレーキが多くて、なんか来年も引き続きそうなりそうだし、なんかそのクラストもなんか改めて輝いて見えるし、なんかだんだん今減ってきちゃってるんで。そうだね。僕らの取り扱いがあるブランドだけじゃなくてさ、世の中のさクロスバイクとかですら、なんか疑惑のディスクブレーキついてますみたいなのが多いじゃない。多分コスト的なね、あれから言うとやっぱそっちの方がもうすでに安いのが世の中にね、各ブレーキメーカーさん作るのやめちゃってるって私吉川さんに聞いたことあるから、でそんな中でも吉川さんとかはねリムブレーキのパーツ作ってくれてるし、
僕もね、あれトミーの似た感じで、持ってる選手ほとんどリムブレーキ多くて、そうっすよね。なんで好きなんだろうって思ったら、特別答えないんだけど、特別答えないんだけど、なんか好きなんだよねになっちゃうんだよね。多分そういう人がたくさん今もいるし、なんかじんわりなんか言われてみればそうかもって思う方もいるし、インスタでセーブ・ザ・リム・ブレイキってアカウントあるし、ハッシュタグもあるし、来ます。さ、リムを減らして止まってるってさ、すごくない？すごく俺さ、愛嬌を感じるんだよね。愛嬌っていうか、なんかこうなんだろう、裏腹な感じ一番こう大事な部分じゃない。そこをさ減らしながら走るっていう。そこがね、危ねえよ。愛しいんだよ。なるほど。だからやっぱ僕らはね、やっぱトミーもこれ他のスタッフも好きだと思うし、これはさらに来年来るかもしれないですね。希望も含めて僕はすごく好きなので、はいでした。いいですね。はい。いよいよ大鳥だ。おい。桜井さん、今年はランキングの順番間違いないですか？大丈夫だと思います。多分。大丈夫だとお思いま願いしますす。上が1位ですよね。上が1位が1が1なんだから。いや確かに。間違いはないんだよ本当は。そうだよね。ちょっと朝早いから。じゃあ2025年トップ5発表です。でーん。なんと今年はほら。今年はこれもフリップゲーだ。さっきちょっとね、こっちがいいんじゃないかっつって隠す感じでいきます。そう確かに最初に見えちゃう。買ってみました。はい。うん早速はい5位。じゃあ5位からいきます。俺僕まだ見てない。ででん。はいカラーシュ。カラッシュカラーシュ。と言いますと。放送事故みたいになってる。上がりませんでしたよ。カラーシュ。話。まあシューってはブレキッシュ。はいはい。そうそうそう。あれ早速。あら。これが伏線回収するの早い。早いです。純正のね、もちろんシューでも大体まあそのコンパウンドの関係でね、黒がまあベターとされてるんですよ。そうそうそう。大概ね、最初からついてくるのは、まあ、黒のまあ味気ないシューなんですけど、そこをね、まあ、あえてちょっと色のものを入れていく。まあ、うちだと、まあ、クールストップかな。クールストップの、新ラインっていうね、ちょっとこう。信頼の信頼ね。T シャツ出したいです。一生言ってるんですあれがね結構ねカラー展開も多くて、あと、まあ、当たりがね結構こうカーブがねついてたりして、うちのメカニックとかだと、まあ大体あれかな、クリハンガーとかに純正のシュー合わせた時にどうしてもお隣がね、お隣問題もあって、まあ、ちょっとあの辺の音が鳴りにくい、まあね、シューに変えるというタイミングで、なんか最近よくねフリッカーとか見てるとあえてねこう色物の黄色とかオレンジとかね青とか入れてちょっとこうドレスアップしてるバイクなんか見せて、まあ、純粋にいいなっていう、大きなパーツでねこうアレンジするよりちょっとこういう分かってる中で、そうそうそう小物で、あと金子さんとかがやってたけどクレイジーにね、DC980かダイヤコンペあれ色全部変えといてシューも変えるみたいなごちゃごちゃまでやってて、ちょっとこれおもろいなっていうのがあって、これもっと増えてほしいな。増えてほしい。2000ラインだと2500円ぐらい今かな。なんかでもそんな高くないよね。そんぐらいですね。2500円ぐらいですね。絶対に減るものだからね。絶対に減る。絶対に減るものだから変えなきゃいけないですね。今見てくださってる方もブレーキ今確認してもらって、減ってんじゃんみたいなことある。そうそう溝がなくなってきたらね。ピッて溝がなくなってたようだったらもう年明けすぐに。あとはでもあれかバンズぐらいですかね、うちね。一応出してますけどエラかなあれ。エラの形したね防寒地のシューがありますけど、そうまだあんだよね。でもそれぐらいしかないからね、なんかちょっと選択肢ねちょっと増やしたりなんかしたいななんて思いつつ、これはじゃあねちょっと色張りもねやりたいですけどね。キャリパーブレーキのシューってねあったら確かに色物でね見えるようにしてねやりたいですよね。それぐらいが優しいそうですね。お願いします。やりましょう。考えてみましょう。台湾行きっすよ今年も。じゃあ次、はい、次いきます。上がれてくれ。
キリンみたい田辺さんノリ強すぎだったいや3M のあれなんだよ、スプレーのりだからいけるかな。はいセンセンタープルセンタープルあれおっと伏線回収確かに続いてる。ブレ今日も思ったけど2人書いてるのやっぱちょっとよぎったもんね、これ書く前に。本当これ多分見てる方はいやいやさすがになんか裏でね一回合わせてるでしょってあいにくとった台本あるでしょって思ったけど本当になくて最悪かぶるなっていうまあいいやセンタープルそうセンタープルブレーキうちだとあれかレーサーミディアムぐらいかな。あとは GC61 もあるかグランコンペのそういわゆるねこうロードキャリパーみたいな形なんですけど、まあ、千鳥がついてて上からね引いてアームをこうリムに当てるっていうそうキャリパー版っていうそう元祖だとなんかあれか、まあ、ハックとかワインマンとかかな、なんかあの辺のやつをね今でもまあ同じ形で、まあ、作ってたり、まあ、するんですけど、でうちだとまあつけることあんまぶっちゃけないじゃない、ないしこれ厳密に言うとセンタープルじゃないんだけどちょっと前にさファルコナーのトラック、あれを谷さんっていうかまあ谷さんとかお客様のバイクでちょっと久々にねついてるとこを見てまあ実際に弾いてみてなんかこの感じ久々にいいなっていう憧れるあれかっこいい。まあなんか僕らのお店だったらレーサーミディアムでスチームローラーとか組んだりとか、ホマーとかそうですね、リベンデルドディニとかもね意外と見た目もそうだけどフェンダー入れたりとかするとそうね普通のキャリパーよりアーチが稼げたりとかする時もあるから僕も好きな感じですね。であとまあ何よりねパーツがね無駄なパーツがもう一個増えるそういう千鳥につけられるっていうどんどんなんかないですか確かに千鳥もね今だとまあムーンユニットとかねあとまたダイコンペさんのぐらいしかないからね。玉ですね。千鳥ねあれぐらいしかないからね、ちょっとそこもね結構増やしていきたいし、なんか選択肢がこうね1個のパーツになんかどんどん増えていくのがちょっと楽しくなっちゃうなっていうのもうち多分未入荷だけどあれ厳密に言うとセンタープルじゃないのかなって感じだけど、プロンプトのねプロンプト用のレーサーブレーキ作ってて、あれ僕非常に気になってます。田村さんもプロンプト乗ってるでしょ。そう乗ってる。田村さんつけないでしょ。いやあれ多分あれですよね、釣れないから形は一緒なんだけど横からこうね一周させてこう横からこうまさにそれも言いたくてちっちゃいこのちょっとやってる久々にトランプマーク復活してるからそうなんとそれも含めてセンタープル入ってる。あとまあ色張りもねちょっと少ないから黒とかもなんかちょっと増やしてたら個人的には結構期待してるというかつけていきたいなっていう感じです。はいじゃあ次じゃあ3位ドドン真ん中が痛いだからな。ちょっとさめくれるように隙間当てとくとかしなかった全部ベタ違う本当に全部ベタはそうなる。こことここ行ってんのよ。そうだけどもう直前すぎてさもうさっきシュ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 ってやっちゃったからはいよっAV 大丈夫？バンされないですか？これ AV ですね。AV 一応聞きましょうか。まあ大丈夫です。あれですね。アメリカンバルブ。アメリカンバルブの AV って表記するんですけどね。チューブの箱とか書いてあるね。AVSV とか。まあそのさっきのブロンプトンの話につながっちゃうけど、久々にアメリカンバルブのお茶に乗ったね。ブロンプトン純正が。純正がアメリカなんだもんね。そうなんだよね。そうですね。これあれ嫌なんだけど。中井さんどこがいいと思った？あれアメリカンバルブさもう丈夫じゃないなんか。とにかくたまにねなんかお客さんとかねわざわざこうリムにこうさ穴広げてさアメリカンにしてくださいなんて昔何回か言われたことあるけど。で俺分かってないんだけど、あれ抜けにくい。いやなんかその辺はね俺書いといてあれなんだけど。バイクやる人と
とかってベー式好まない。ベー式の方が外的要因に左右されなそうなんで。そうなんか強そう。そう思ったらまあ高圧入れないからあれだけど、車もバイクも車もバイクもそうバイクがね。だからガソスタ持ってくと入れてくれるんだよね。シューッと。それもあるかもしれないですね。どこでも入れられるから。そう。なるほどね。でもやっぱそうなんか俺ら勝手にもうフレンチしかねえって思ってて、まあリムの企画もね穴もフレンチだから、フレンチでもう大体通してきてるけど、なんか改めてアメリカンバルブ結構いいとこ多いなと思って。これ流行ったらややこしい。これは A23 を何よりなんかいいじゃんね、アメリカン広げるBMX とかでも結構ね、マウンテンバイクそうね、ちょい前のマウンテンバイクとかそうだよね、結構クラストとかもなんかそんなリム使って組んでたりとかして、そうなんか改めてボリューム入れたいときにいいのかもね。自転車屋なのに誰もわかんねえのかって感じ。高圧じゃなくてそうね、大きいタイヤってことですよね。うちのバイク特にね、そんな高圧で乗るバイク、まあピストとかは違うけど、ちょっと少なくなってきたし、そう結構おもろそうだなって。じゃあベー式バルブラインナップ増やしてキャップも増やしてない。そうカラーちょっと面白そうなキャップね、確かに作りたい。はい、そんな感じです。やっぱ3位鬼門ですね。3位鬼門です。確かにワンエンドバースね。3位はそういう扱いになってる可能性があります。そうだね、それ前も指摘されたな。一回こう挟まない。おもろくし。CM みたいなもんでしょ。そう展開をね。コマーシャル。いいです。はい。いけんのかこれ。はい。残るな。やばい。残るな。はい。残りますね。これ読めるかなこれ。はい。セラコはい。セラコートっすね。セラコート。セラコートはまああれっすね。コーティングね。セラミックがまあメインの成分なのかな。それこそなんだろう、米軍指定の軍用銃とかさ、バイクのパーツとかによくね使われてたりするけど、めちゃくちゃ耐久性があって、まあ水とか熱とか、あとまあなんか振動とか衝撃にもね強かったりして、すごい剥がれにくいコーティングですね。そうでまあ多分これ結構多いんじゃないかな。特に自転車界隈の人だともう結構前になっちゃうけどトムソンで、出してましたよね。あれはすごいエポックな最近あるトムソンのオレンジとかパープルはセラコートじゃない。あるんですよ。そう陶器っぽいやつ。そうなんか石、そうまさに陶器、石っぽいね。なんかパウダーとはちょっと違ったね。ザラッとしてる。そうでもなんかこうちょっとこううっすら濡れてるみたいな感じのね、あれが。何を見てこれはでも最近そうまさにうちの新入からだとグレイビーがさ、グレイビーハンドルグレイビーサイクル、そう溶接してあるやつね。あれさ、チタンにセラコートかけてて、あれやばいなと思って久々に。あとはでも直近だとあれね、ウルフトゥースとかボトルケージとか実はね、ちょっとパウダー、もうまさにねボトルケージとかさ、アルマイト以外だとガンガンやるから剥がれちゃうじゃない。だからまあセラコート多分選択したんだろうけど、発色もいいしね。なんかそうまあバイクだと多いね。多分マフラーとかエンジンとかセラコート、車もなの。水入るところはそうだよね。結構皆さん自転車界隈だとねあんまり馴染みがないけれど、すごいね期待してます。期待してますっていうか、今更かよって感じだと思うけどね、そっち系の人には。自転車まだね全然入ってきてないから、これから結構来るんじゃないかな。あとまあメイドがほらあったじゃん、今年とかね。で結構まあもうフレームとかもねセラコートで塗っちゃってたりとかして、あれやばいんだよね。なんかセラコートでしてるフレームなんかあったの？ほらブラックマジックがマジペントが結構塗ってて、それこそなんかスカラーとかモザイクとかアルゴノートも確かにやってた。そうあれやばい。特殊な塗料が必要ってコーティングだから塗るって感じなの？なんかパウダーと同じで、いくらするんだろうね、わかんないけど多分結構高いのかな。
そう普通にこう今野さんに弾きましょそうなんだよねできるんですか？やりたいよねうちでもね。そう普通にパウダーと同じような感じで塗ってね焼くのかな窯でちょっとわかんないけどあれかリムねあれがあえあれでも怒られるわ一瞬まあ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 ちょっと来年ここはカットかな。残してそうっす来年ねリムちょっと年内はこれ間に合わないかな。そうそしたらおっとおっとっと危ない危ない次堂々の1位ですはいこのうちはいもうまあ楽しみよ俺これ本当に俺見てないもん全部あそっか見てない刺さっちゃったから全然いつの間にかじゃあ行きます。書いてあってください。そうあ綺麗やばいあらわ ZZZ 寝るまあ自転車ね自転車屋さんというか自転車好きな人はもうおなじみというか同じ好きな数字ですよね。22.2 ミリそう 22.2 ミリまあ自転車だとまあハンドルですかね。そうハンドルバーのクランプ径が普通はまあ 25 点か 31.8 かそうあれも 25.4 なんだけど、昨今だと 25.4 か 31.8 がそうねもっといっぱいあるんですけどそう大体その主流2はつがもう僕らで組み立てバイクが多いからですけ自分でど言わないんですまあ一部ねなんかまあ、BMX か、BMX のハンドルとかあとはマウンテンバイクのダウンヒルとかとにかく強度が必要な幅広のハンドルバーとかだとね黒森で、ね、22.2 ミリ系のもの結構使えますよね。そう使いますそうあとまあバイクがそうっすねそうなのかなモーターサイクルバイクのハンドルがそう最近うちに入ってきてるハンドルだとまあピッチンとかピッチとかチンあとまあワイルドとかワイルドとかワイルドあとストリートランドそうストリートランドねストリートランドとかそうストリートランドの私っていうか補強の入ってましたね型そういいぜでまあ親切なところだとシムがねついてきてて 31.8 につけられたりしますけどもやっぱなんかね俺シムがねわかるやっぱねシムかませずに行きたいシムかませずにいけるんだったら行きたい。そう22パラモンのシム憧れるのは分かるっすけどかっこいいっすけどかっこいいけどいけるんだったら行きたい。シムなしの直で行きたいねですよねそう行きたいよねまあトムソンとかかそんなね物でのねそうあれかっこいい BMX ステムってやつですもう入ってるパルも来ます来てます入ってきてるパルもありますよそう今話がステムの話をしてますねそう3年のはい3年のそうですこねれすごいですよね、だって 22.2 のステム買ったら 22.2 のハンドルしか使えないんですよそう俺逆はねそっかそうそうだ 31.8 のステム買えば 31.8 も使えるし 25.4 も使えるし 22.2 のハンドルもシムをかませば使える使えるんですけどあえてでそう 22.2 22.2 シムなしでバンできるステムがロマンですよねロマンですそうそれ専用かっこいい専用やっぱりいやもうそれで置いとくんだそうですそのハンドルを変えるときはまた別のステムを買うステムごいとねや素敵そういやそうでもやっぱなんていうのどうしても豪邸だとちょっと膨らませるっていうかさなんかここにかけてちょっとこうねバールがついてるじゃない、あれないもうただの棒を曲げましたみたいなのがバンついてるのがちょっとやばいかもと思ってこれかーって思ってもうシムもはみ出てなかったら入れてもないしそうなんだよねだからちょっとないならねちょっと作りたいですけどね22.2 22.2ですね22.2のステム今更ねちょっと22.2の黒森ステムとか見てみたいですけどねどうなっちゃうんだろうクランプどうなっちゃうんだろうね確かにどうなるんですかねちょっとやってみないとなハンドルそうね結構さ BMX とかさ MTB 用とかが多いからさ割と 22.2 のクランプ系のステムってさ短い短いっすね短いがちですマジで誰も作んないけど90とか90とか100とかでまさにそれじゃあちょっとそれは台湾で普通の今んとこやっぱ一番俺だったらボックスガード欲しいかな。ああそうっすねそうっすか選択肢少ないんでね。トムソン好きなんだよトムソンのフェイスに 22.2 だけ変なグラフィックが入ってる X みたいなあれかっこいい確かにねそんな感じあれそうでしょはいすごいんだ
大丈夫ですか？1位マニアックすぎません？やらしたい。マニアックすぎるね。マニアックすぎるし、みんななんかもう逆行してるよね。大丈夫か？大丈夫か？やばいよな。普通のあれでしょ、なんか自転車屋さんのランキングとかだとどうなんだろうね。確かにね。13足とかが13足トップギアが小さいやつね。そうとかってなるかもしれないですよね。確かにね。これどうしちゃったんだろうね、これね。3位大丈夫？あれで自転車屋さんのあれじゃないんだよ。そうだよねセラコートって書いてあったり。よくわかんないことになってますね。まあまあ。はい。ちょっとまあどれも楽しみではありますね。そんな感じで、楽しみです。はい、行きたいな。 2025年末か。はい、そんな感じです。悔いはなしですか？まあまあ、はい、これを流行らせていくことにちょっと今年流行らせる来年は流行らせる皆さんぜひね、そうですねそれを分かった上で桜井さんの手のひらで転がされてはい面白いと思います。面白い。ちょっと楽しんでいただけると、そうですね。はい、はそんな感い。じゃあじですかね。侍さんのランキングはこんなはい、感じで。今年はこれでやらせていただきます。でデジさんはなんかあります？そうなんですよ。お今年はね僕もね、さっきカキカキしてるのが見えたの。いつもみんな楽しそうなんで。そうだよね。お願いしますよ。お願いします。気逆にになり一番ます。精度高いですね。確かに一番僕もね当てに行ってるのとトミーと桜井さんかぶっちゃってるよね。おお。いきます。はいダダン。はい。ミドルリーミドルリーロードバイク。これはと言いますとこれはどうと言いますいう？これどういう意味ですか？ミドルリーチのキャリパあーのロードバイク。あ、わかりますか？なるほどね。わかりますか？わかりますようちで言うとやっぱローディーニとか、うんはい。いわゆるここのブレーキの部分がちょっと長くてタイヤのクリアランスが広いよっていうロードバイクが流行らせたい。タイ。流行らせですね。タイ。これが来るというか、もう流行らせたいになってますねみんなね。ちょっとトミーのやつと被るんそうですね。ですけど。僕はリムブレーキにはいしてる。やっぱりね、太いタイヤのロードバイクってね、すごくいいんですよね。うん心地もいいですし、そうだねまあ、速さ競うわけでもないので、うんみんな自分の脳のなんだろうな、ペースでうん走るっていうのが、あと体に優しい、うんうん。はい、いいと思います。なので、これが来ると思います。僕らで言うと、ロニーとかね、チャーリー・ギャロップも、そうねチャーリーギャロップはい一応ロードバイクってなので、ほぼリベンドで。はい。あとは僕も持ってますよランド。ランドはいはいとかもあれフェンダー抜いたら32ぐらいまで入るはずなんで、っていう感じですかね。はい。これはなんでこれにしたかっていうと、と、はい。ダイナミコのパトリックが来日したんですよ今年。はい言ってました。言ってました。はい、言ってました。次はこれがちょっとこういうの欲しい。あああいいですね。っていうことで乗っかってます。当てにいってます。当てにいってますね当てにいってますロード。はいうん。で僕やっぱリムブレーキが好きなので、まあ、ディスクブレーキのロードバイクでもいいじゃんって突っ込まれるかもしれないですけど、太いタイヤが入ってキャリパーっていうのが、うん僕は重要にしああ、ます。わかるわかる。はいということで、まあ、クラシックの装いで楽しんでもらえたらなと思ういますね。ん、そうだね。本当に来るかもなんか。はい。まあ来させる。来させる。来させるから。で僕ロードバイク今年初めて乗り始めて、ちょい太の細タイヤ、まあ、今で言うとどっちかというと細いになると思うんですけど、そのタイヤかリムブレーキかどっちかかなと思ったんで合わさってますね。合わさってます。合わさってました。来た来た来た。なんで来ます。来ます。これはね、ペーサーとかがあれば。そうね。確かにハマるフレームがないからそうなんだよね。あったらいいのに。そう、ハマるフレームがあったらいいのに。いやチラチラあったらいいね。そうだよな、そこだよな。今日は終わりにしときましょう。じゃあ、はい。皆さん出揃いました出んで揃いました。もう一回みんなで出しましょうか。そうだね。はいはい、こんな感じです。です。感じです。はじゃあこれがはい当たるか当たったかどうかは2025年はい12月末に会いましょう。はいはい。それでは皆さん、はい良いお年を。良いお年をはい。